今回は、坂本デイズに対する解説をお届けします。もうあちこちで散々取り上げられてるから今更な感じもしないでもないんだけど、これまで、何々はなぜ失敗したのか、という動画をいくつか出してきた当チャンネルとしてはやはりこの話題を扱わざるを得ないね。と言っても、坂本デイズに対する反応集はそれこそ山のようにあるので、当チャンネルでは、原作未読、アニメ勢のウプ主が、なぜここまでの話題作を3話切りしたのか、について解説していくよ。確かに、原作勢が、原作と違う、と声を上げてる動画はよく見るけど、原作を知らない勢の意見ってあんまりないよね。初見勢が見ても、つまらない、と感じた理由は何かという、原作勢にはない視点でお送りするよ。その前に、坂本デイズが本当に失速したのかをデータでおさらいしておこう。いつもの Google 検索数のグラフだね。見てもらえば一目瞭然なんだけど、第3話直前で急激に人気が落ちてるんだよね。本当ね。こんなに急激にグラフが下降した例を未だかつて見たことないわ。その後一旦は持ち直すんだけど、第6話でまた急激に盛り下がってしまった。つまり、第2話と第5話でがっかりした人が多かったってことね。他の作品との人気度の比較として、メダリスト、アベムジカ、と比較したグラフも参考に掲載しておくよ。坂本、と入れ替わるように、メダリスト、の人気が急上昇しているね。坂本、の視聴者がみんなそっちへ行ったんじゃないかというくらい綺麗に入れ替わってるよね。続いては X のリアルタイム検索。X でつぶやかれた回数を示したグラフだ。メダリスト、アベムジカ、と比較するまでもなく明らかに視聴者が興味を失っているね。ポスト数自体の少なさもだけど、各話放送後のポストが3000件に満たないとか、ジャンプ原作アニメとは思えない事態だよ。ちなみに補足しておくと、これ、坂本デイズ、で検索したからこういう結果になったわけじゃないよ。最近のリアルタイム検索はかなり優秀になっていて、坂本デイズ、で検索すると、ちゃんと、坂本デイズ、の結果も拾ってくれるんだよ。カタカナで検索したからこういう結果になったんだ。という言い訳は通らないというわけね。さて、データを一通り見てもらったところで、本題の、なぜ失敗したのか、についての解説に移るよ。それでは本編をどうぞ。原作勢が声を揃えているアニメ版、坂本デイズ、の失敗理由は、原作で表現されていたアクションシーンの迫力が感じられない、ことだと思うんだけど、私は原作を読んでいないのでその部分についての詳しい事情はわからない。ただ、それでも3話まで見て、つまらない、と感じたので切らせてもらった。つまらない、と感じた主な理由はこの5つ。それぞれの理由について、個別に解説していくよ。第1話で、シンが撃った銃弾の軌道を坂本が加えていた雨を吹き飛ばして帰る、というシーンがあったんだけど、私がこの作品を見ていて、おう、と思ったのはこのシーンだけだった。普通に考えたら、雨玉で弾道をそらすなんて芸当はできないんだけど、なんていうか、こいつにはそれが可能なんだな、と思わせる、説得力のあるシーンだった。たった一瞬の出来事にカメラアングルを頻繁に変えて、スローモーションと拙者で雨が砕ける場面を見せて、そこから真の表情に移っていく。ここからスピード感のあるアクションシーンに移行するんだな、というためのある場面で、ものすごい期待したんだけど、それ以降のアクションシーンも同じようなスローモーションやトメイの多様ばかりで、なんか思ってたのと違う、ってなった。特に第1話後半の、坂本とシンが組織の連中を相手に戦う場面のテンポがめちゃくちゃ悪かったね。どうも、原作がトメイ風になっていてかっこいい、という事実を、アニメ監督や演出が解釈違いしてる気がするんだよね。それって、漫画だからトメイで表現しているのを、読者が脳内でアクションシーンとして理解しながら読み進めてるわけでしょ？そう、トメイとトメイの間に読者がそれぞれ想像を膨らませる余地があるんだよ。それをアニメで同じことやっちゃダメでしょ。動くからアニメーションって言うんであって、トメイしか書けないならそれはアニコミでしょ。雨玉のシーンですごく盛り上がった私の期待が、割り箸で弾丸を掴む、というシーンで一気に興ざめしちゃった。別に箸で弾を掴んだっていいんだよ。でも、割り箸でやっちゃダメでしょ。コンビニ店長だから割り箸でやったら面白いよね。という安直さしか感じなかったわ。この作品の魅力は、こういう、そうはならんやろ、的なリアリティのなさを圧倒的な画力でねじ伏せていくところらしいんだけど、その画力が見てる側に一切伝わってこないので、結局、そうはならんやろ、がねじ伏せられないまま何個も溜まっていっちゃうんだよね。第2話、第3話も同じような感じだったね。第2話、中華街で組織の人間と銃撃戦を繰り広げるところ、第3話、遊園地で動くジェットコースターに乗ったまま組織の人間と格闘戦を、イカ役。これらのシーンに関しても全くリアリティがないし、さらに言うなら世界観が初見勢には理解できない。なんで中華街で銃撃戦をやってるのに誰も大騒ぎしないの？なんで遊園地でヒーローショーの舞台に素人が乱入し、死闘を繰り広げてるのにみんな笑って観戦してるの？という疑問が解決されないまま話が進んでいくんだけど、これらも原作ではちゃんと世界観が提示されてるらしいんだよね。戦いが日常茶飯事になってるから銃撃戦くらいじゃ誰も騒がない世界なんだっけ？
殺し屋という職業が普通に一般職として存在する世界で、殺し屋育成学校を卒業したら普通に殺し屋として就職するという認識らしいよ。マジルミエの魔法少女がそのまま殺し屋になったみたいな認識でいいのかしら。でも、坂本の設定が、伝説の殺し屋として裏社会で恐れられていた男、ってなってるから、表社会でも殺し屋が普通に存在する世界というのがちょっと初見勢にはピンとこないんだよね。裏社会なの？表社会なの？どっちなの？そこの認識が原作とアニメで統一されてないから見てる側は混乱するんだよ。結果、そこら辺の疑問が解消されないまま話が進んでいくので、追いつかない理解がどんどん溜まっていって、もういいや、ってなった。そうはならんやろ、と、なんで何々なの？が消化されないのって、かなりストレスよね。あとはおそらく、殺し屋、という職業に対するイメージからアニメに抱いた期待と、実際のアニメが乖離していたのも大きい。殺し屋がクールにかっこよく活躍する作品かと思ったらエスパーは出てくるし、変装の名人は出てくるし、なんなら一般人だと思ってた葵まであんな高い場所から落ちて傷一つ負わずに笑ってるし。なんかもう、見てる側の認識がバグりまくって、ってなっちゃうんだよ。あの葵が飛び降りるシーン、原作勢から見たらすごい感動する場面なのかもしれないけど、こっちは、突然何してんのこの女？もしかしてこいつも元組織の一員か何かなの？ってなってるから、あははとか笑い飛ばされても、すごい女だ。一生この女についていこう、とはならないんだよね。それもこれも、世界観をちゃんと提示してないせいだよね。そういうとんでもな人たちで溢れてる作品だと思わず、現代日本を舞台にアウトローな人々を題材にした作品だと思ってたから、イメージが全く違った。そういうハードな世界から足を洗った坂本が平和に暮らしたいのを周囲が許さない話だと思ってたよ。これなら、日本じゃなくて、スパイファミリー、みたいにどこかのよくわからない架空の国を舞台にしてくれた方がまだ良かったな。スパイファミリー、だって、夜さんの能力はとんでもだけど1話から2話は普通に見応えのあるアクションアニメだったよ。確かに登場人物の設定が同じだね。超人的な才能を持つ殺し屋、エスパー、変装の名人。なのに何が違うんだろう。やっぱりこれが最大の理由なんじゃないかしら。そう言ってしまうと身も蓋もないし、トム・ストリットプラスクローバーを比べちゃうのも酷なんだけど、結局はそこに帰結しちゃうのかな。作画については、原作勢の人たちの方が、原作はこうじゃないのに。って不満がたくさんあるだろうから、私はあまり言及しないけど、原作を見てない私でも気になったのが、人物の動きや背景をきちんと書かずエフェクトでごまかしてる、ということ。第1話のアクションシーン、原作ではこんな絵なんだね。アングルが違うからただでさえ迫力半減なのに、作画リソースの節約をくらい背景とエフェクトでごまかしてるから臨場感がないんだよ。確かに、こうやって比較すると全く違うね。そして私が一番言いたいのがこれ。その1からその4の事態がなぜ起きてるかというと、結局はこれに尽きるんじゃないかな。私がそれを最も感じたのがこの場面。真の紹介？この書体何？ものすごいやる気ない書体だと思わない？原作だとこうなのね。何も初期の頃の原作に合わせる必要ないじゃん。重要人物の初登場場面なんだから、もっとババーン、みたいな紹介をしてほしいのに、何このやる気のない書体。書体に嫌にこだわるわね。だって、最近のアニメの紹介文のフォント、だいたいこんな感じだよ。戦隊レッド異世界で冒険者になる、か。フォントもだけど背景も凝ってるね。それに比べて何、このやる気のない書体。書体は分かったから。あと第2話の、クールインパクト、もしょぼかった。これはしょぼかったね。ちっとも、インパクト、を感じなかったわ。アンデッドアンラック、みたいにクソデカフォントで書けとは言わないけど、もうちょっと工夫とかあるでしょ。たかが文字のフォントくらいどうでもいいじゃん、って思うかもしれないけど、いい作品はそういう細かい部分にも配慮が行き届いてるんだよ。この見せ方で本当にいいのか？これで本当に視聴者に迫力が伝わるのか？坂本の凄さが伝わるのか？よりも、叩かれないように原作準拠をひたすら守ろう、と思って作ったんだろうな、としか思わなかった。ひたすら守りに入っちゃった結果こうなった、って感じね。ジャンプ原作作品だし、分割2クール確定してるのにあまりにもお粗末な結果ね。域によると、トムス、エンタテインメントは現在第1から第7までスタジオが分かれてるらしくて、例えば、ドクターストーンは、第4スタジオ、というところが手掛けてるらしい。ここは、弱虫ペダル、を作ったところで、過去には作画崩壊で炎上したこともあるらしいけど最近は安定してるみたいだね。一方で、第6スタジオ、というところは、臨界、や、精霊幻想機、なんかを手掛けてる。臨界、はひどかったね。CG のレベルが低すぎて作らない方がマシなレベルだった。精霊幻想機、もぐだぐだ展開がひどくて惨憺たる出来だったよ。同じトムスでも、どこのスタジオが作るかによってクオリティに天と地ほどの差があるみたいだね。第4スタジオ、が作ってさえいれば。っていうか、トムスじゃなくてもよかったよね。確かに、その方が良かったね。それにしても、ここまで話題性を下げちゃった、坂本デイズ、に逆転の目はあるのかしら？原作勢が、観覧車会で挽回してくれるはず。
って言ってた第5話で見限った人が多そうだから、かなり厳しそうだね。まだ見てるファンの人たちはどんな思いで見てるのかしらね。心中お察しするわ。今回の動画はいかがでしたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。